前回のあらすじ、1年ぶりのタセコで持っていく動きを合わせたらめちゃくちゃかっこいいヘラブナに擦れてしまいました。つまり食っていなかった。かっこいいけど食ってないということで、タセコの後編は場所を移動して駐車場側の水門、銀閣マルチポール90でゴミを避けていたら射出してしまいました。やばい。なんせ借り物です。もう一本を使って回収できましたが、本気で焦りました。今日は細い方を使ってゴミを押しましたが、浮いてるゴミは案外動くので、太い方を使って折れるリスクを負うよりも細い方でやるのが良さそうです。釣り台の準備が完了しました。ゴミを止めて水門です。ここに映っている彼が無事に脱出できたことを祈ります。座るまで時間もあったし、片付けの時にはいなかったのできっと無事です。今日は餌をマッシュ、特用マッシュ200のヘラグルテン LL100、ちょっとふんわりしたブレンドでいきましょう。1杯、2杯、3杯、ぐるぐるぐる、グルテンぐるぐる。給水。18号はどれかな。18号じゃない、いつも18号って言った18尺はこれです。ハリスはこっちじゃなく、ガマカツボックスのガマカツ恋スレ12号、長い方と短い方。今日のハリスは上41、下50、段差9センチ。いつもの段差9センチですけど、ハリスがプラス11センチですね。いつもは30の39なんで、手が汚い状態でコンパクトタオル給水。あ、水の給水が遅い。やっぱ冷たい証拠ですね。ゴミは必ず持ち帰りましょう。じゃあ1投目よろしくお願いします。頑張ります。タセコ3日目。タセコ3日目。実は今回の遠征、長靴とヒップウェーダーを間違って持ってきまして、結果的にヒップウェーダーがあって助かりましたが、長靴でないと脱いだり履いたりが大変なんです。この場所は靴で動けるので、いつものあぐらスタイル、やっぱりこれが落ち着きます。3メモリだし、4メモリじゃないや、2メモリだ。ちょうどいい、ちょうどいい、ちょうどいい、素晴らしい。浮きの重り調整はバッチリ。とりあえず最初のうちはポンポンと餌を投入して20分、浮きが動きました。なんか今トゥトゥンってしたんで、多分小魚がちょっとお上品ではなかった動きをしました。鳥がうんこしてきやがった。鳥が浮きのちょっと手前にうんこしてきました巻き餌されました。衝撃の瞬間取れてるんじゃないかなポトンって上でファッってなんかばらけみたいにちょっと広がって、天然の巻き餌パワーも虚しく、こんな感じで時々空振りしていましたが、開始から2時間半が経過した9時半ごろ、この1頭は浮きが動きます。現在のタックルを改めて、竿は大和月光強し18尺、長さは約 5.4 メートル、道糸はナイロン3号、
浮きは直径8ミリの長さ11センチ、パイプトップ。ハリスはナイロン 1.5 号、上41センチ、下50センチ。針はガマカツ恋スレの12号。私の使っているタイプの恋スレはもう廃盤商品なんですよね。ドヒトミからほぼ同じ形のものが販売されていますが、針の仕様というか好みとしてガマカツの方が利根川は好きでした。手元に30袋あるかないかくらいですが、春と秋の大型狙いでしか使わないので、まあ10年以上持つと思います。利根川はここで痛恨のミス。次の一頭で使う餌を手元に取るために餌ボールを眺めてました。食ってたんだ。多分食ってました。いや、食い上げですね。食い上げで、いやこれあれだよなって思って、まあそうですよね。いやヘラじゃないかも。はい。マブですね。マブですね。上顎のど真ん中にかかってますよ。食い上げなのに。マブナさんでしたが、食い上げドセンターでした。30後半のマブナだ。よいしょ。ありがとう。あれ。はい、ありがとう。マブナが釣れてから1時間以上反応がないので、少し早いですが偵察をしながら上に戻ります。最初に釣り手を出していたところです。あそこの石に乗っていたので、ここから3メートル前じゃねえや、1メートル半、1.5 メートルぐらいかな、そのぐらい前に釣り竿を出して構えていました。だいぶ水に入りましたね。すごい水が上がってます。魚は今のところ見えません。偏光グラスかけてるんでいれば見えるんですが、いないですね。いないわけじゃないと思いますよ。ゼロじゃないと思います。ここも、このカルバートもあと残り15センチくらいってところですかね。私が入った時で最初何センチだろう、60、70、70センチぐらい、ここまで70センチぐらいあったので、すごいその分増えたということです。昨日スーパーで買った岩手のうまいもの弁当(30% 引き) 521円でこのボリュームです。ありがてえな。全然値引き前のこの値段でも買いましたけどね。岩手のうまいものって言われたらもうこれですよ。他にも地元の方から美味しいパンの差し入れ、満腹です。食べ過ぎました。昨日、おとといとお昼はゆっくり休んでいましたが、上でご飯を食べてお昼過ぎには早々に戻って気合を入れて釣りをしていましたが、結局魚っ気がないまま16時半。信じられるのはいつもの餌、シンベラグルテン底75、綿25、芋を少々。結局いつものしっかり持つ餌に戻します。今回は遠征が急遽前倒しになったので、上州屋で綿グルを買ってきました。遠征の時は気軽に餌を入手できないので、いつも多めに持っていくようにはしていますが、今回は綿グルがギリギリでした。この場所は水深が道糸で2本、ハリスを含めると 2.5 メートルくらいあるので、仕掛けを振り切って投げてるし、浮きが立つまで時間がかかります。あとこの一頭、なんだか浮きに触りが見られます。集中です。来ましたね。来ましたね。来ましたね。来たー。来た来た来た。
ヘラですね。サイズはまああれとしても来ましたね。来ましたね。来ましたね。来たー。来た来た来た。ヘラですね。サイズはまああれとしても、でもサイズも違う、アッパーだ。マジか。アッパーだよ。くそー。向こうで菅原さんが笑ってる。いやもったいないですね。うんうん。アッパーでしたよ。でもいい当たりだったんですよ。うん。力強く入ったんで、これ当たりだっつって思ったんですけど。残念ながら、45ない41にこの子もアッパーでした。アッパー残念。よいしょ。ごめんね。ごめんよ。擦れていたのでサイズは測っていませんが、おそらく40とか、あっても42センチくらいでしょう。前編で擦れた魚体よりもスリムだったので、魚体としてはオスでしょうか。利根川のエゴではありますが、どうせならお腹周りがパンパンのヘラブナを釣りたいと思ってます。夏は水路でいろんな魚種の釣りを楽しみ、秋は大型のヘラブナ狙い、冬は魚影の濃い場所で釣りを楽しみ、春も大型のヘラブナ狙い、そんなサイクルで釣りすることを考えています。はやちゃん、違う、これマスだ。マスですね。マスが食ってます。落ちた。マスが食ってました。夕方は釣りをしていると予想以上に体が冷えるので、今日も東和温泉で冷えた体を温めてからスーパーでお買い物。ベルプラスのニンニクスライス入り餃子がうまい。撮影した動画ファイルを転送。カメラやスマホのバッテリーをタコ足配線で充電。さあ今日も薄明るい中羊にしています。まだこれから朝まずめというかあれなので、うまく準備してやります。いや釣れるといいな。今日こそは釣りたい。水位がだいぶ上がって裏の池に水が流れ込むだけではなく、時々溢れ出てくるので、浮きゴミを手前側に押し込んで、頭のペットボトルを柳の木に引っ掛けました。よっしゃ、今日の釣り台完成。この辺かな。この辺を18着で中でとりあえず最初は狙ってみます。はい、本日のお昼ご飯、見どころがなければバッサリ。午前中は何にもありませんでした。田瀬湖釣り公園の事務所が空いていたので、ちょっとお邪魔させてもらいましたが、過去に田瀬湖で釣れたかっこいい魚拓たちが並んでます。これを求めて毎年通わせてもらっているので、ミチーともハリスも極太なわけです。こんなのが釣りたい。そんなワクワクを胸にお昼過ぎ、浮きに触りが出てもじもじしている時、今動画を見直したら、なんであれで合わせたんだろうという動きで合わせてました。尊い。さあすれてってよ。ペロだった気がしますね。バレました。水の中に入ってた草とか木とか、そういうやつに引っかかって針が外れてしまったんでしょうか。釣り竿の左右からゴミは流れてきませんが、正面から小さいゴミ、大きいゴミ、特に釣りが成立しなくなる大きいゴミが
重なってしまって大変なことになってます。ゴミがそれほどない右側のマルチポールを使えばいいんでしょうけど、別で手持ちの9メートルを持ってきていたので、ゴミをかき出します。ゴミを避けてもすぐに正面から流れ着いてくるので、もう大変です。なんとか釣りを続けていると浮きが動きました。あれ吹いてましたよねっつって、なんだこれ、上で引っかかっちゃいました。ちょっとやっぱ上にいるんですかね。左が本来の針で右が開いた針です。おそらく恋に擦れたのでしょう。50センチから1メートルぐらい上でカツンと引っかかりました。そのままギュ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 ッと恋だったのかな。魚が上の方で引っかかるので月光ツース16作の注にします。室生ダムで釣って自信を持てた土屋さん仕込みのマッシュの中で行こうじゃありませんか。テンポよく1分ごとに餌をつけて仕掛けを再投入する感じで10投目、浮きがふわっと入ったので合わせましたが空振り。確かに今のは食ってる感じではありませんでした。これはそこからさらに13投、つまりマッシュの中に変えてから23投目です。ちゃんと動画上で数えました。水面には細かいゴミがたくさん浮いているので、浮きは極太ボディの6センチ、太さは確か直径 10.5 センチだったと思います。底釣りはゴミに引っかかると浮きの沈む幅が変わりますが、中は餌を投入する回数も多いし、多少浮きが出ていても当たりは分かりやすいので大丈夫でしょう。さあ皆様、浮きの動きにご注目。なんだ、ヘラかな、マブか。ヘラだ、ヘラだ。ただ大きくはない。食った、上顎に食った。マッシュで入りましたよ。室生ダムから吸収してもらった救出してもらった16尺で、かっこいいけど長さない。でもいいんですよ。ありがとうございます。はい、上顎にがっちりかかっています。マッシュ、かっこいい魚体、かっこいいし、42はあるんだ。42はありました。そうですね、42あります。尻尾開くとかっこいい。ですね。暴れることなく、タセのヘラ、42食ってた。よいしょ、ありがとうね。上だった。これは今釣った後いろいろ撮影を済ませて座席に戻った後の一投、玉の絵を外していたりしたのでそれをつけていましたが、見ていってください。またか。引っかいた。
浮きが付け根で揉まれて、これはまあ、そう今の怪しくて、ここからでもこれ怪しい、これ怪しくないですか？触りだったのか？合わせちゃったよ。底ずりじゃないんだから、最後のあれで合わせることはなかったですね。浅くしたり深くしたり、はたまた底ずりをしてみたり、いろいろ試しましたが、10分くらいの間しか魚っ気はありませんでした。晩ご飯はいきなりステーキでお祝い。ただまあ店舗が減るのも納得のクオリティでした。もう行かないかな。喉が痛いからラムレーズンで消毒しますか？アルコール入りのラミー。もう今日は車運転しません。寝るだけです。おやすみなさい。ラミーも菅原さんから毎日いただいていたカロリーの塊赤コーラも虚しく体調を崩しました。最終日は2カ所で釣りをしたんですが、今回の動画で全部詰め込むつもりが編集間に合わなかったです。でも1本にするには辛いところなので、動画公開するか迷ってます。皆さんのご意見ご感想コメント欄にお待ちしております。返信することはほとんどできないのですが、すべて目を通させていただいておりますのでご了承ください。動画が何も撮れなかった時に出そうかな。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。寒くなったなぁと思ったそこのあなた、評価ボタンを押していってください。また見たいと思っちゃったらチャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。